最盛期には黒ひげやヘンリー・モーガンといったカリブの海賊は10隻の船に何百もの船員を率いていましたが、史上最も成功した海賊にはかないません。鄭夫人は1800隻の船を率い、いくつもの国を敵に回し、なおかつ長生きしました。元は庶民で港町の広州に数多くあったフラワーポートと呼ばれる売春船で働いていました。1801年に地元の海賊船の船長だった鄭イの目に留まり、間もなく2人は結婚します。昔から広州の漁師は不漁時期の収入不足を補うため小規模の海賊活動をしていました。しかし18世紀末、隣国ベトナムでの農民による反乱が海賊にチャンスをもたらしました。勝利を収めた大孫反乱軍は国を統一しましたが、中国の侵略を受けた上、ベトナムの前支配者との海上戦が続きました。そのため広州の海賊に沿岸の襲撃と加勢を依頼しました。寄せ集め船の集団だった鄭夫妻や他の海賊はベトナムのパトロンのために働くことでプロの試略船の船団となり、海上で存在感を示すようになります。1802年に青山町が滅びると、海賊が安全に使える港がベトナムからなくなりました。しかし鄭夫妻は競合する広東の海賊集団と一つの巨大な連合を作り、危機に立ち向かいました。最盛期の連合には7万人の船員、800隻の大きな補船、約1000隻の小型船もありました。それらを6つの船団に分け、違う色の旗で区別しました。鄭夫妻がヘンリー・モーガンやバルバロス兄弟らと異なる点は、歴史的な試略船団の多くは各地の海軍のために活動していましたが、鄭夫妻は真の無法者で、いかなる国の援助や許可も受けずに活動していました。1807年の鄭イの死後、鄭夫人は利益を確保することに躊躇しませんでした。巧みな交渉術で鄭夫人は連合の指揮を取ります。協力が一番の利益になると船長たちを説得し、また鄭イの子分だった若者のチョンポーチャイを最も強力な赤旗船団の指揮官に任命しました。チョンポーチャイは鄭夫人の右腕だけでなく恋人、後に夫となります。鄭夫人は厳格な軍事規律と驚くほど進歩的な規則を組み合わせて権力を強化しました。女性の捕虜を性的暴行から守る決まりがあり、海賊は捕虜を妻にできましたが、妻への虐待や不貞は死刑にもなり得ました。鄭夫人の指導力で海賊は強大になり、赤旗船団だけでも大砲200門に銃1300丁があり、数年で広東省の軍籍135隻のうち63隻を破壊し、軍の指揮官は民間の船を30隻以上借りることを余儀なくされました。鄭夫人はとても恐れられ、彼女を逮捕する任務を負った中国の指揮官たちは陸上に居続け、時には海上での戦闘を避けるために自分たちの船を壊すこともありました。邪魔者がいなかったので、海賊は海岸沿いの駐屯地、村、市場を容赦なく襲いました。優れた管理能力で町や村に財務事務所が作られ、海賊は陸でも海でも定期的なみかじめ料の取り立てが可能になりました。これは国の中に国を作ったに等しく、その勢力は東シナ海より遠くまで及びました。最盛期には鄭夫人の船団はたった1日でアメリカ船5隻をマカオに避難させ、ポルトガル船1隻を捕らえ、タイからの貢ぎ物の使節団を妨害しました。しかし鄭夫人の最大の成功は引き際を知っていたことです。1810年には赤旗船団と黒旗船団の緊張が高まり、船団の力が内部から衰え、外部からの攻撃に弱くなっていました。海賊の襲撃阻止に躍起だった中国政府から降伏すれば恩赦を与えると提案され、鄭夫人とチョンポーチャイは自分の条件を通した上で承諾したのです。1810年4月に船団は解散。チョンポーチャイは個人用の船120隻の保持を許され、中国海軍の士官になりました。今度は海賊と戦い、軍の司令官として出世し、鄭夫人は夫の地位による恩恵を受けました。1822年にチョンポーチャイが亡くなると、鄭夫人は11歳の息子と広州に戻り、賭博場を開いて静かに暮らしました。69歳で亡くなった鄭夫人は、海賊とは思えないほど穏やかな最後でした。貿易と輸送は世界に大きな影響を与えてきました。
このビデオで大陸をつなぐために商業を利用した長さ 6000km を超える複数のネットワークであるシルクロードを学びましょう。